こんにちは、とうこママです。今日は三女の3歳のお誕生日。赤ちゃんだと思っていたのに気がつけばすっかり子供らしくなってきました。子供の成長は本当に早いですね。今日は子供たちが喜ぶパーティー料理を5品作っていきます。最初に作るのはビーフシチュー。ビーフシチューを作るのは大変そうなイメージがありますよね。圧力鍋を使って短時間で牛肉をホロホロに煮ていきます。人参は少し大きめにカットしました。玉ねぎも圧力鍋で煮ると短時間でとろけてくれます。肉屋さんで牛もも肉の塊肉を買ってきました。普段はお手頃な豚肉や鶏肉を使うことが多いですが、やっぱり牛肉は美味しいですよね。娘の誕生日なので奮発して大きなお肉を選んできました。一口大に切っていきます。塩を2つまみ、そして黒胡椒、下味をつけます。圧力鍋は鍋の中の圧力を上げることで沸騰する温度を上げています。それにより調理時間を短縮することができます。圧力鍋は忙しい主婦の味方。まずは牛肉を炒めます。赤ワインは肉の臭みを消したり、ビーフシチューを本格的な味にしてくれます。このワインはお店で一番安いワインでしたが、それでもやっぱり赤ワインが入ると美味しいです。ここに人参と玉ねぎを加えます。そしてお水、ローリエ、コンソメを加えます。しっかりと蓋をしたら圧力が上がるまで強火で加熱します。圧力が上がったら弱火で20分間煮ます。その間にキッシュを作りましょう。最近は冷凍パイシートで作ることが多かったですが、久しぶりに生地から作ります。小麦粉とバターを混ぜる工程はミキサーを使って時間短縮します。残りの小麦粉を加え、また混ぜます。だんだんとまとまりになってきました。ラップに包んで1時間ほど冷蔵庫で寝かします。
圧力鍋の圧力が下がりました。わずか20分で牛肉も野菜も柔らかくなりました。ここでまた赤ワインを少し加えます。あとはデミグラスソース缶に頼りましょう。ママと一緒だね、これでね。はい、いいよ。キッシュに入れるほうれん草を湯がきます。今日のキッシュはほうれん草ときのこのキッシュ。どんなお野菜もキッシュに入ると子どもたちは残さずに食べてくれます。ほうれん草は3、4センチ幅にカットします。玉ねぎもスライスしておきましょう。キッシュに入れるきのこはマッシュルームとエリンギ。好きなきのこなら何を入れても大丈夫。今月は3人の子供の誕生日があります。今まではまとめて誕生日会をしていましたが、やっぱり一人一人祝ってほしいようです。なので毎週のようにお誕生日会。なかなか大変ですが、子供たちは嬉しそうです。バターを入れたらキッシュの具材を炒めます。玉ねぎがしんなりとしてきたらきのこを加えます。白ワインは少し入れすぎてしまいましたが、まあいいでしょう。コンソメを加えます。塩を1つまみ。ほうれん草は茹でてあるのでさっと炒めるだけ。バットに取り出して冷まします。野菜と合わせる卵液を作ります。子どもたちが好きな卵と牛乳の組み合わせなので、どんな野菜でも食べてくれます。今日は生クリームも加えてリッチに仕上げます。塩を1つまみしたら炒めた野菜を戻します。そうだよ、牛乳だよ。寝かしておいたキッシュの生地を伸ばします。パーティーだからキッシュでも作ろうかななんて気軽に始めたけれど、子供たちがいる中でのキッシュ作りはやっぱり大変。後ろでは子供たちが喧嘩。でもここまで来たら頑張って仕上げるしかないですね。型に入れて型取りをします。
このまま卵液を入れて焼いてしまいましょう。たっぷりのチーズをのせます。あとはオーブンで焼くだけ。本当はもう少し早く作って冷ましておく予定でしたが、ギリギリに焼き上がりそうです。残りの3品は簡単にさっと作れるパーティー料理です。タイのカルパッチョ。お刺身を薄くスライスしたら丸く盛り付けます。黒いお皿には白身のお魚がよく映えます。タイの上にはブロッコリースプラウトを飾ります。醤油ベースのソースを作ります。酢、醤油、オリーブオイルを同量で加えてよく混ぜます。最後に黒胡椒を少々。パーティーにぴったりのタイのカルパッチョです。ケーキね、お願いよ。パーティーといえばフライドポテトでしょうか。じゃがいもは火が通りにくい食材の一つ。火が消えた状態から少しずつ温度を上げながらじっくりと揚げていきます。お誕生日ケーキは購入しようか迷いましたが、ケーキ作りは子どもたちのお誕生日の楽しみの一つ。あまり口出しはせずに子どもたちにお任せすることにします。キウイフルーツ、桃、さくらんぼを用意しました。これじゃちょっとゆるい、もう少しだよ。ハッピーバースデーふーちゃんだね今日。最後に作るのはチーズソースのペンネ。茹で時間が12分なのでペンネを茹で始めておきます。ポテトは12分ほど揚げたのでそろそろ取り出します。周りはサクッと、中はホクホクに揚げ上がりました。最後に塩を振りかけます。さくらんぼや。今の季節はいちごが売っていないので代わりにさくらんぼを買ってきました。おいしいよ。今日さほらいちごないから。キッシュもいい色に焼けました。ペンネのチーズソースを作ります。生クリームにナチュラルチーズを入れて溶かすだけ。とても簡単ですが美味しいソースです。
チーズが溶けたら塩と黒胡椒で味を整えます。茹で上がったペンネを加えます。さあ、あとは盛り付けるだけ。ケーキも出来上がったのでお誕生日会ができそうです。3になってるのね。2個いいよ。さっき俺の分あげる？シチューは食べない。山菜の3あるから。これろうそく。はい。じゃーん、山菜。早く食べたいな。いい香り。シチューの付け合わせにバゲットをオーブンで焼きます。これでよかった。余熱なし、170度。はい、170度でまずはこれ。圧力鍋で煮たビーフシチュー。子どもたちの反応が楽しみです。美味しそうだね。さあ、パーティーの準備ができました。家族みんなで三女の3歳をお祝いします。パパがなんか買ってきてくれたよ。はい、3歳お誕生日おめでとどうしたの？う。どうしたの？なんでそんなのくれてるの？止まったからだこれ。え？ミッキーが止これまった。が止まってから？まあいいや、食べよう。ブーブーだね。カルパッチョ。はい、カルパッチョ。はい、かけるよ、カルパッチョ。いいよ、みんな食べな。何が？これ入れてよ。美味しい。ね、ビーフシチューさ、お肉がすごく柔らかいわ。あ、めっちゃ。うんハンダーの崩れる崩れる。圧力鍋で煮たから今日。柔らかそう。そんなこと。本当はさ、作って冷ましときたかったんだけど、時間がなかった。下になんかある。パパ、200回来た。油なんだって柔らかいね。シチュー。崩れても食べれるなら食べたい。美味しいね。食食べるの？食べるか。ねえねも待って。1時間ぐらいかかった。わっ。ビーフィー。お、かわいい。あー、すごい、作ったんだ。手作り？ミッフィーちゃんだよ。バツできない。これで。あ、これでも。あったね、ミッフィーちゃんだよ。ねえねえが作ってくれたんだって、キーホルダー。これ。バースデーディアフーちゃん。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ふーって。もう一回。もう一回。もう一回。思いっきり。おおめでとう。
裕がないと作れないんだけど。でかいね。何それ。だから多くないの。なんでそう言った？ふーちゃんがやらない。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。